どうも、あつしです。今回は技に入る前の釣り手の使い方について解説をします。それでは早速始めます。では釣り手の使い方ということで、襟を持っている方の手を釣り手というんですけど、この釣り手技に入る前に、いろんな使い方がある。ただ単にこの持ってから技に入っているっていう基本的な練習だけではなかなか実戦のラウンドリとか試合では技に入ることができないので、釣り手を返して相手をいかにどうやって動かすことができるかということについて解説をしていきます。まずはこの釣り手左右に振ったりするという時のこの釣り手の動かし方、使い方なんですけども、ポイントはこの手首を柔らかく使うというところ。柔道着を握る時にはしっかりと力をぐっと入れて握るんですけども、あんまり力を入れすぎてしまうと、このまま相手を左右に動かそうとすると、柔道着を動かして相手を動かすことがなかなか難しいので、手首を使ってあげることで柔道着を返してより相手を動かすことができると。なのでこの手首の使い方っていうんですかね、ここを注意してやっていただけると、手首を使って釣り手を使うことで相手を動かすことができると、技に入ることができると。で左右に振る時に相手の外側に手をやる時には手のひらの方に曲げるようにして引くと。これがこういうふうに引くっていうのはなかなか難しいので、外側に引く時っていうのはこういう感じでグッと引くと。で反対にこの内側にやる時には手の甲の方に曲げるようにしてグッとこちらに引っ張ってやる。これをうまく使うことができると、この柔道着を動かすと。でこの動かすのをうまく使ってタイミングよく技に入ることができる。まずこの左右に動かす手首の使い方っていうのは、この手首を柔らかく使ってあげるとよく襟を振るっていうんですかね、釣り手を振るっていうか、左右に振ることで技に入ることができたりとか、相手を釣り出したりとか引き出したりとかすることができる。外側にやるときにはこっちを手のひらの方に曲げて引き出すと。そうすると相手を外に引き出しやすくなると。で反対に内側にやるとき、肘を内側に入れるようなときには手の甲のところをぐっと曲げるようにして柔道着を動かすと、左右に横に動かす時の釣り手の使い方がうまくできますので、そのあたりを気をつけてやってください。次は引っ張るっていうか押す時っていうのは、この柔道着を握った時にこの指のところっていうんですかね、握り拳を作ったここを相手にグッと当てて、で手首をまっすぐ立てた状態で突っ張るということをしていただけると、押す力というかまっすぐ相手に自分の力が加わると。で押す位置がここの肩の筋肉と胸の筋肉のちょうど間のところ、ちょっとここくぼみがあるところに自分の拳がぐっと当たると。そうすると相手が手の距離が取ることができるというんですかね。ここがあんまり内側だと相手にぐっと引き寄せられやすくなってしまうので、相手と距離を取るためにもこの手の付け根のところをぐっと押すことでしっかりと距離が取れて、相手の力がうまく入らずにぐっと突っ張ることができる。手を伸ばして相手を押す時っていうのは、この握り拳のところを相手に当てるっていうところと、あとは当てる位置、この腕の付け根のところをぐっと押すようにしていただけると、まっすぐ伸ばして相手を押すことができる。で押すことができると、そこから相手の反動を使って前の技に行ったりとか、押しながらさらに追い込むことができるとかっていうような使い方ができる。ちょっと応用っていうか、拳のところを押す方法と、あとこれだと相手がまっすぐ来る相手に対してはなかなかこちら側で反対の方を押すことができないので、自分よりも大きい相手に対してはここで押すってなると喧嘩四つっていうか、ちょっとハスに構えてっていうんですかね、そうやって押す時にはここをしっかりと押すことができるんだけども、相四つとかだと手のひらを相手の胸の真ん中にグッと押す方法っていうのもあります。さっきみたいにこうやって押すとこちら側は前に来ることができる。なので体全体を押すっていうのはちょっとこのやり方では難しい。そういう場合はこの手のひらのところ、先ほどのこの手首の使い方っていうか、
をうまく使って手のひらで相手の胸をグッと押してあげると真ん中で相手を押すことができる。相手の体全体的に押したい場合っていうのはこういうふうに手のひらで相手を押すっていうこともできる。ただこれはちょっと手首がこう曲がった感じで相手を押すことになるので手首を痛める可能性はあるとね。まっすぐしておくと関節に負担をかけずに押すことができるので、この握った時に押すっていうのはあまり手首に負担がかからないんですけど、こうやって曲げてグッとやってさらに相手にグッと押されて自分も押すと手首に負担がかかってしまいますので、そのあたりは気をつけて、押す時っていうのはそれぞれのメリットデメリットを考えて使うようにしてください。あとは下にグッと下げるっていうんですかね。でこれもこの握ったところからこのまままっすぐ下げようとすると道着がぐっとこう滑ってしまってなかなかまっすぐ下に下げれないので、ここでしっかりと手首を返してぐっと下げるっていうんですかね。道着を下げるっていうよりもここの相手の首を返して相手の頭を下げさせる。でその時にこう脇をぐっと締めるような感じで相手の頭を下げさせると。でさらに自分よりも身長が高かったりとか大きい相手は手だけで下げるのが難しい場合っていうのは膝を曲げて自分の体体重を利用して相手をぐっと下げさせるっていう方法で、下げて上げたタイミングで技に入る、上がったタイミングで技に入るっていう、こう下にグッと引く。手だけで引く場合っていうのはこの手首を返して下げると。当然重心の真下に相手を下げることはできないので、なのでちょっと相手を前に寄せるような感じで、前に引き出すような感じでグッと下に下げると頭を下げることができるので、その辺のところを意識しながらこの釣り手の使い方、下に下げる場合練習してみてください。じゃあ今日は釣り手の使い方ということで3種類、この左右に振る場合は手首をうまく使うということと、この突っ張る相手を押す場合っていうのはまっすぐ拳をつく位置とか手首の位置で、最後にこの下に下げる方法っていう3つ、この左右に振ってから技に入る、押してからその反動で技に入る、下に下げて上げたタイミングで技に入るという、この釣り手をうまく使うことができるとその使い方から技に入ることができるので、基本的な何もしない状態から技に入ってしっかりと形が作れるようになったら、実践的には手首をうまく使ってこの釣り手を動かして技に入るっていう練習方法というのもぜひやってみてください。今回は技に入る前の手首の使い方について解説をしました。今回の動画が参考になったという方はチャンネル登録、高評価、コメントなどしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。ありがとうございました。手首を手の手のひらの方に曲げて、この柔道着を握った時にこの手の甲のところじゃなくて、この手のひらが拳がぐっと当たると、相手にぐっと引き寄せられやすくなってしまうので、手首をうまく使うことができると、釣り手をうまく使うことができると。動画を最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。それでは次の動画で会いましょう。